こんにちは、ヒロです。こんにちは、みのるです。ひろすぴ。ひろさん、こんなメッセージが届きました。はい。最近すごく疲れやすいです。疲れやストレスからホルモンバランスよく崩します。年齢のせいか生理もだらだら始まることが多くなりました。胸の動悸や体臭も気になります。こんな感じのご相談とか、愛と光メニュー結構来るんです。愛と光のヒーリング。うん。愛と光のヒーリング。ああ、ここならで販売してるやつですね。うん。はい。年齢のせいか、女の子の日が大変ですってことで、これって更年期？そう。うん。だいたい40代、50代ぐらいの方からこんな感じのご相談多いです。なるほど。で、更年期って分かりにくいんですよね。これ、女性ホルモンの分泌量の変化の図なんですけれども、女性ホルモンがだんだん減ってくるんですよ。作ることがだんだんできなくなっていく。で、作る力が落ちてきて、この辺、急激にピューって下がってくる、この辺45歳ぐらいから不調が、この前後ぐらい、この辺の期間で、更年期って言われるような女性特有の不調が生じやすくなります。このね、このピューって急下降するあたり。この辺が生じやすい。で、この年齢は個人差が結構ありまして、一概に決まってるわけじゃないんです。生理が終わる閉経の前後5年って言われてまして、で、その生理が終わる閉経も、そのリアルタイムではわからない。だいぶ経ってから、そういえば生理来なくなってるわ。閉経してたんだって感じで、後でわかるって感じで、閉経自体がいつなのか、なんかよくわかんないので、閉経を基準に考えられる更年期も、期間がかなり不明瞭な感じです。でそういう期間的な決め方はちょっとわかんない。45から60ぐらいの間みたいな感じなんですけども、更年期っぽいよく言われているような症状が出てきたら更年期かなみたいに考えるっていう感じですね。なるほど。うん。で、どうしてそうなるかっていうと、卵巣がだんだん年を取って老化してきて、女性ホルモンのエストロゲンが作れなくなってくる。で、そうすると、脳としては若いままのつもりで、エストロゲン作ってね、いっぱい作ってねって脳が指示を出してるんですけれども、卵巣さんの方が、もう無理です。無茶させないでくださいって言って作れなくて、脳が混乱しちゃう。で、そうすると自律神経が乱れて、いろいろ不調が生じるんです。で、それに対して、ヒロさん多分こういうことできるんですよね。そうですね。エネルギーで。うん。うん。そういうことを仕事としてます。うん。そんなっぽいこと。7っぽいこと。乱うん。れた自律神経のバランスをヒーリング系のエネルギー調整で整えてあげたり、大元の方の卵巣さんがもうちょっと元気に活動できるように整えてあげたり、という感じですね、ヒロさん。そうですね。それはあくまでもヒーリングで、全般的にはこんな感じでしょうか。うん。うん。1番から3番まで説明してもらっていいですか？はい。更年期で辛いなって、更年期かなとか思ったら、まず大体の人が最初に頼るのがサプリメントですね。更年期系のサポートのサプリメントが薬局とかで、ドラッグストアとかで売ってるので、で、そういうのって大抵、大豆イソフラボン系、イソフラボン、そういうのは女性ホルモンと非常によく似ているので、女性ホルモンを補ってあげることができる。で、整いやすいんです。で、そういうのを飲んだり、または、婦人科の病院とか行くと、お医者さんが処方してくれます。で、更年期のうち、身体症状、メンタル症状、いろいろあるんですけれども、更年期かなって思ったら、サプリメントをまず飲んでみて、効いたらそれで OK。効かなかったら、婦人科で更年期に強いお医者さんのところに行く。で、そうすると結構落ち着きますね。で、2番目はマッサージで、
マッサージは具体的に明確に何かに効くって感じじゃないんですけれども、マッサージすることで全身に刺激がいって代謝が良くなる。代謝が良くなると体の機能も働きやすくなりますし、自律神経も整いやすくなるので、そういった意味で更年期にも改善効果が見られやすいのではないかというところですね。で、3番目の運動。運動もこれも体を動かすことによって代謝が上がったり、自律神経が整ったり、そういうことで改善しやすくなる。はい。で、4番の方、瞑想やヨガ。うん。で、どうして瞑想がいいかと言いますと、うん。結局その自律神経のバランスっていうよりも、よく言うのが、うん。病っていうのは気からっていうじゃないですか。うん。で、気っていうのは、元気の気。気が整うと元気になるんですよ。で、気がうん。乱れると、いろいろ下がるんですよ。うん。そして、瞑想することによってその気が整いやすくなるんですよね。うん。で、一応、今回は瞑想のやり方は省かしてもらうんですけど、どんな瞑想がいいかっていうと、どんな瞑想でもいいです。マインドフルネスとか。で、ただ、覚えておいてもらいたいのが、うん。瞑想してても、いろいろな嫌なこととか頭をよぎってしまうときあるんですよね。雑念が、みたいな。うん。で、そういうのは気にしないでください。そういうのがなんか出てきて当たり前なんで、そういうこともあるよね、みたいな感じで、そのまま流して、そのまま瞑想を続けてください。普通の人は、うん。なかなか流せなくて、ああ、イライラする、もう瞑想嫌、みたいになっちゃうんですけども。それは流しちゃいけないとか思うから。ほう、そうやって雑念が入る瞑想はダメなんだなって思い込んじゃってるからです。なるほど。慣れてくると流せるようになるんですね。そうですね。ああ、なんか出てるわ、みたいな感じ。そう。うん。うん。そんな感じですね。はーい。はい。で、そしてヒーリング。ヒーリングはね、セルフでできる人はセルフですればいいし、できない人はね、できる人にお願いしてもいいし。うん。うん。ヒーリング、これか。そヒーう。うん。リングって一言で言ってもいろいろある感じですね。うん。そうですね。で、ヒロスピの場合だと、うん。こんな感じの愛と光のヒーリングと、ヒーリング特化型のヒーリング。それと、エーテルコード、カットっていうのをして、縁結びしたり、ブロック置き換え。今回、更年期であれば、更年期関係のエーテルコード、更年期関係のブロック置き換えをするような感じ。うん。そして、アンチエンジングの調整、エネルギー調整。このアンチエンジングのエネルギー調整っていうのはどういうことかっていうと、例えば彼に40歳だとしましょう。でも、うん。潜在意識の方で、見えない部分で60歳とか思い込んじゃってる人がいるんですよ。そうん。うん。で、そうするとなんか疲れやすいんですよ。でも、それを20代とか、30代に戻すような感じです。うん。自分では、私今40歳っさいって思ってても、自分よりもっと深い部分で、私は60歳です。もう無理させないでくださいみたいに思ってたりすると、それに合わせて体が動くから、エネルギーを作りにくいって感じですか？そうですね。例えば本当に同じ年齢でも元気な人、その逆に元気じゃない人っていうのがいるじゃないですか。うん。そこの部分が潜在意識の部分と言われるものです。ほー。で、それの調整みたいなのがアンチエイジングだと思っていただければ分かりやすいかなと思います。なるほど。自分の深い部分を、私はまだ20歳よ、みたいにはい。変えちゃう。そうですね。そうすると20歳なりの体の働きをしようと頑張ってくれる。うん。頑張るっていうか自然と。うん。そんな感じですね。はーい。ヒーリングで愛と光と、そうじゃないヒーリングって何が違うんですか？うーん愛と光のヒーリングって、うん。どうやって説明するかが難しいですね。例えるなら、うん。A から B に行くとしましょう。うん。で、その時に、愛と光だと電車みたいな。ヒーリングだと
ヒーリング専門なんで特化してるんで、新幹線みたいな感じ。ほう。早いっていうこと。はい。簡易版か、うんしっかりしてるかみたいな感じの違いですね。そうですね。うん。で、位置づけ的に、愛と光とかヒーリングっていうのは、薬みたいな感じ。頭痛薬とかみたいな。で、それから下のエーテルコードとか縁結びとかブロック置き換えとかアンチエイジングとか、そっちについては、なんかもっと根本改善みたいな感じですかね。そうですね。そんな感じです。はい。そういう感じ。うんじゃあ、これだけやればいいよっていうんじゃなく、やれるなら全部やるっていいよって感じですか？そうですね。うん。うん。まずどれか試してみて、それで足りなければ他のも追加してって感じ。うん。そんな感じですね。なるほど。ヒロさんなんか今、新しいのも考えてんですよね。ああ、そうそう。で、それを、今度のうん2024年3月2日の土曜日に、うん富士野っていう場所がありまして、うんうんで、そこでリフレッシュデイっていうのを開催します。はい。富士野っていうのは、東京の端っこの高尾山の二駅先。はい。そう。神奈川県の山梨県よりの神奈川県です。神奈川県。神奈川県の相模原市の中に富士野っていう場所があって、そこでイベントやるんですよね。はい。で、このイベントは、健康系のイベントで、コンサルタントの椿誠二さんが睡眠について話してくれて、助産師の井上沙織さんが、更年期どうしたらいいかとかそういうこと話してくれて、ヒロスピの YouTube の慎吾コーチが沙織さんと一緒に更年期症状を緩和するためのマッサージやってくれて、自分たちでできるマッサージを習得しましょうっていうのをやって、で、ヒロさんがヒーリングなんかやって、みんなで一緒にやろうっつうのをやるんですよね。はい。何時からでしたっけ？午後の1時半。はい。そんな感じでやりますので、もしね、興味がある方は、あと、詳しいことは概要欄に書い概要欄に。ておきます。はい。はい。はーい。ヒロさんは更年期ではない。はい。男性もないわけじゃないんですよね。うん。そうですね。更年期があると思います。で、これもし男性の方が聞いてて、うん最近イライラしやすいなと思ったら、更年期の可能性もありますんで、うん。うん。そしたらね、いろいろと自律神経とか整えばいいかなと思います。はーい。はい。そんな感じですね。そんな感じですね。うん。はーい。では、この動画がいいと思ったら、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。あ、ですね。はい。もうちょっと付け加えますと、お男性の方を見てると思うんで、うん更年期っていうのは、自分で女性の方がいろいろイライラしやすくなったりもするんですよ。うんでも本人もそれをコントロールしようと思ってもできないんですよ。うんので、理解してあげると、より一層いいパートナーになれると思います、男性の方は。ああ、奥さんが更年期かもなって思ったら、そう。うん。優しく接してあげてください。なんだよ、あの態度とか思ってんじゃなくて、更年期なんだろうな、辛いんだろうなって思っておいてあげると、ちょっと優しくなれるよってことですね。とかね、家事とかね、もし手伝ってなかったら手伝ってあげたりすると、より一層、いいかなと思います。うん。そうやってね、パートナーが穏やかに、いろいろやってあげることによって、うんそうすると自律神経もエネルギー的に整いやすいんで、ぜひなるほど。そうやって協力してあげればなと思います。はーい。では、そのように、ぜひ、更年期かなっていうのがあっても、乗り越えていってください。はい。